どうも、モブです。今回は、全スキル、性能評価についての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、ダブルスラッシュについてだよ。ダブルスラッシュには、円月輪、マルチクル、炎斬り、竜巻猛進の4つのルーンがあるよ。しかし、これらのスキルルーンは、全体の中でも、最も使われない部類になるね。今後の情報修正に期待しよう。次は破砕撃についてだよ。破砕撃には連鎖波、明刀波、反撃波、焦点波の4つのルーンがあるよ。反撃波は特定の時の戦場、焦点波は初期のギルドボスや破滅の力の攻略で多く使われたけど、現在では全く使われない状態だね。次は探検投げについてだよ。まずは爆発ルーン。このスキルルーンは現在でも破滅の力やインスタンスダンジョンの雷管、アイベルグなどで多く使われているよ。スキルモーションやクールタイムが短く、敵に固定ダメージを入れられることが魅力的だね。次は感電ルーンだよ。このスキルルーンは情報修正後破格級とも言われたスキルで、強者の証明レベル20で多く採用されたね。しかし現在では調整が入ってしまい、使用率は減少したものの、全体の中でも評価は高めなスキルルーンだよ。次は焦点と爆撃ルーンだよ。これらのスキルルーンは前の2つに比べると全く使われていないのが現状だね。今後の情報修正に期待しよう。次は連撃打だよ。まずは殺到と打診ルーン。この2つのスキルルーンはほぼ使われないね。次は残像ルーンだよ。このスキルルーンはスキル使用中の無敵効果や探検投げのクールタイム減少がとても優秀だね。この効果を生かし、インスタンスダンジョンのカルガルガンで使ってるユーザーもいるよ。次はランダルーンだね。残念ながらこのスキルルーンも現在では全く使われていないよ。次はバーティカルアーツだよ。まずは連鎖爆発ルーンだね。このスキルルーンはこれまでの水属性の時の戦場では使われなかったことがないレベルのものであり、破滅の力でも多く使われるよ。伝説等級を持ってると大当たりだね。次は放火ルーンだよ。このスキルルーンは運営も認める破格級のスキルであり、ボス及び精鋭モンスターに対して与えるダメージが増加する効果があるだけでなく、雑魚処理も可能な広範囲型のスキルルーンだよ。この放火ルーンも伝説等級を持ってると大当たりだね。次は影ルーンだよ。このスキルルーンは水篠の最大の利点である影踏みのクールタイムをリセットする効果を持っており、たまに特定のコンテンツで話題になるよ。そのため伝説等級を持っておくといいかもね。次は強風ルーンだよ。このスキルルーンは雑魚処理性能に特化したものであり、たまに土器の戦場でも使われるよね。バーティカルアーツの中では不遇なルーンだけど普通に便利なので高い等級を次は突進斬りだよ。まずは滅絶ルーン。このスキルルーンは全く使われないけど、スキル効果はとても強力だよね。何かしらの属性が付与されれば使われそうだけど、無属性のため今後もあまり使われないかな。次は先行ルーンだよ。このスキルルーンは土器の戦場で多く使われるよ。命中すると再度スキルを使用できる点やクリティカルダメージを大幅に増加できる点が魅力だね。次は亀裂ルーンだよ。このスキルルーンは破滅の力でたまに使われるね。無敵やクリティカル率増加の効果が強く、スキル発動も早いため今後も重宝されそうだね。次はジャンパールーンだよ。このスキルルーンも全く使われない部類だね。今後の情報修正に期待しよう。次はクリティカルブローだよ。まずは殺傷ルーン。このスキルルーンは情報修正後かなり使用率が増加したけど、また少しずつ使われなくなってきたね。ただ優秀なスキルに変わりないので
今後も使用する場面はありそうだね。次は内傷ルーン。このスキルルーンは防御力減少の効果が水篠の影踏み効果と同じ扱いになるため、ほぼ使われないスキルだね。次はカンパルーン。このスキルルーンは全く使わないね。今後の情報修正に期待しよう。次は一角ルーン。このスキルルーンはインスタンスダンジョンの雷管で使用すると攻略がある程度楽になるよ。雷管の攻撃を避けるのが苦手な人におすすめだね。次は乱闘ルーンだよ。まずアイスストーム、幻影、一撃。この3つは全く使われないよ。次は落雷ルーンだよ。このスキルルーンは試練の戦場チャレンジなどでたまに使われるかな。また検証をするユーザーにとっては必須級のスキルになるね。次は死の乱舞だよ。まずは第一衝撃ルーン。このスキルルーンはブレイクゲージが存在する光属性弱点ステージや土器の戦場などで多く使われるよ。この後に紹介する支配者の手のクールタイムをリセットする効果もあるのが魅力でもあるね。次は高速回転ルーンだよ。このスキルルーンは現在ではほぼ使用されない感じかな。ただクールタイムの短さやスキルモーションの簡易さ、さらにパワーゲージ増加の効果もあり、必殺技を使用するタイムアタックには最適なルーンになるね。次は連続波と灼熱ルーンだよ。この2つのスキルルーンは現在ではほぼ使われないかな。今後の情報修正に期待しよう。次は支配者の手だよ。まずはブラックホールルーン。このスキルルーンは雑魚が多いストーリーで多く採用されるね。雑魚敵が多いステージでつまずいた場合は使用を検討してみよう。次は終末ルーンだよ。このスキルルーンは防御力減少の効果が水篠の影踏み効果と同じ扱いになるためあまり使用されないね。ただ広範囲型であるためブラックホールと同様に雑魚処理に使えたりもするよ。次は解放ルーンだよ。このスキルルーンは広範囲型で最大でスキルを2回使用でき、クールタイムも短いよ。さらに攻撃力増加の効果もあり重複できるため英雄等級と伝説等級でも大きな差が生まれてしまうよ。この解放ルーンは土器の戦場で多く使われるため土器の戦場ガチ勢の人には伝説等級がおすすめだね。次は吸収ルーンだよ。このスキルルーンは土器の戦場で必殺技を打つ立ち回りをするユーザーにとって使用率が高い傾向にあるよ。また雑魚処理にも優れていて魔力回復の効果もあるため優れた技量アーティファクトとの相性も良さそうだね。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。